こんにちは、りくです。今日は新しくルミルから発売されたオールマットのアッシュブラウンのパレットを使ってメイクしていきたいなと思います。ルセラフィムとかのメイクされてる方がプロデュースしたアイシャドウで、ライトオンアイズシャドウパレット 8pm ミッドナイトアッシュ、本当にアッシュブラウンのベースから締め色まで1234510色入ってて、でシェーディングとかアイブロウとかアイラインにも使えるって書いてあったので、今日はこれをいろんなところに使ってみたいなと思います。インスタでさ、これともう一個リスキーのアイシャドウをどっちのアイメイクが見たいですかって投票取ったらちょうど50-50で、そんなことあると思って、だから今度そっちも撮ろうかなと思ってるんですけど、今日はこの後マイナンバーカードを更新したので、それを取りに行かなくちゃいけなくて、皆さんに聞いてほしいことあるんですけど、最近ショックなことがあったんですよ。バッドキャットのエジプシャングレーを入れていきます。この度ですね、ツイッターのアカウントを乗っ取られてしまって、なのでもし私のアカウントから変な DM とか来ても無視していただきたいんですけど、サポートセンターにお問い合わせとかしてるんですけど、なんか今のところ全然戻ってくる兆しがなく、スバカも急遽ちょっと作ったんですけど、そっちもなんか凍結されちゃって、もしかしたら X はやめるかもしれません。そしたらその分インスタグラムとか YouTube とか更新するので、なりすまし報告してくださった方ありがとうございます。いろんな人のメイクとかコスメ見るのに日課だったから、それを失ってちょっと落ち込んでます。この色を眉毛に塗っていきます。なんか過去に乗っ取られた方のノートのレポとかを見て、必要な書類とかメールで送ったんですけど、なんかダメで、皆さんに危害が及ぶようなことだけは絶対に起きてほしくないので、アカウントを乗っ取られちゃってるっていうことを知っておいていただきたいなと思います。そしたらいつものミュードのスキニーブローカラーの C01 番フェードインを塗っていきます。こちらのベージュのマットをベースに広げていきます。さっき眉毛に使った色を重ねていきます。さっき塗ったベースと同じぐらい広い範囲にぼかします。これグラデーションにできそうなマットがいっぱい入ってるから、丁寧にグラデしていきたい。どっちかっていうと縦割りグラデな感じで、目尻と目頭を濃いめにしようかな。こちらの色を重ねていきます。目頭側は自分の二重よりちょっとはみ出すくらいに、目の上の腫れぼったさが軽減されます。下は目尻側に、この色でさらにグラデにしていきます。ブラシちょっと細いやつに変えて、アイラインよりも若干太いくらいの範囲に入れていきます。楽しい。グラデにするのめっちゃ楽しい。目頭側も同じように。下どうしようかな。いつもはピンクブラウンっぽい色で引いてるけど、今日はオールブラウンな感じにしていきましょう。まつげの間埋めるような感じで、かわいい。こんな感じで。皆さん年末はどうやって過ごされるんだろう。私は毎年実家の群馬に帰省するんですけど、大晦日がお父さんの誕生日なので、だいたいみんなでそこで集まって誕生日祝って年越しもするっていう流れです。したらビューラーしてアイラインしていくんですけど、今日はアイラインもシャドウで引いていきます。発色を良くするためにキープミストでちょっと筆を湿らせてアイシャドウを取っていきます。この一番濃いブラウンを使います。まず目尻のちょっと入ったとこからスタートして、今日の跳ね上げ具合どうしようかな。
目頭側にも入れます。下側からちょっとずつで、まつげの間も埋めて、今日ちょっとゆるーく長めにしてみました。下側はちょっと赤みのあるブラウンでラインを引こうかな。ここの濃くて赤みのあるブラウンを使っていきます。いつも通り目尻からちょっと下がったところにラインを引いて目を拡張していきます。ここの中間色で涙袋の影を描いていきます。こうやって打ってまぶたを持ち上げて、下側から、そしたら同じ色で目尻側から入れて、こうグラデになじませます。そしたらまつげ、上のまつげはいつもと同じくこちらのボサードのシルキーブラックを使います。若干ボリュームが欲しくてマスカラしてボリュームアップしました。前回のそばかすメイクの動画結構好評で嬉しかったです。実際そばかす描くのはちょっとトゥーマッチだなと思う方に向けて、今日はほくろをちょっと描き足す方法で顔の余白を埋めてバランスをとっていきたいなって思ってます。なんか今日めっちゃすぐ綺麗にくっついてくれた。下まつげは AOU のオールデイマスカラボリュームを使っていきます。なんか今日上のまつげはめっちゃご機嫌良かったんですけど、下まつげのご機嫌が斜め、かわいい。ここら辺目尻のところもうちょっと濃い色を足したいので、さっきアイラインの前に入れてたこちらのアッシュをもう一回広めに入れます。これでちょっと微調節して好きな感じの濃さまで。よいよい。シェーディングいつもの感じで入れてあるんですけど、シェーディングにも使えるということだったので、顔の中心のシェーディングプラスしていこうと思います。こちらの薄いブラウンを使っていきます。ティッシュとかでポンポンして濃くつかないようにして、眉下と鼻上ちょっと鼻下と鼻の横、前中と唇の上と唇の下に。あれだな、ここのベージュと混ぜた方が濃くならなくていいかも。そしたら先にリップいこうかな。リップもブラウン系にしたいので AOU のリップペンシルの6番を使っていきます。こんな感じのブラウンカラー、このパレットの色味とも相性がいいです。ラインを取っていきます。リップライナーの紹介のリクエストもいただいてて、で今オリーブヤングで頼んだリップライナーがあるので、それが届いたらまとめたいなって思ってて、永遠に欲しいリップライナーが出てきちゃってタイミングを失いそうなので、オーバーリップの土台を作ったら、次はジャビン・デ・ソールの12番ペールブラウンでリップベースを塗っていきます。こんな感じのブラウンで、これもめっちゃ相性いい感じじゃないですか。めっちゃいい。めっちゃいいね。グレーすぎないんだけどアッシュブラウン系の色でめっちゃいいです。かわいい。今日はリスキーのどっちかを塗っていきたくて、どっちがいいかな、迷うな。ちょっ
と先にチーク塗ってもいいですか？チークも塗りたいやつがあって、これねギフトでいただいたんですけど、私の大好きなトゥースラッシュ4のチークのホリデーのやつで、トゥースラッシュ4オールオーバーフェイスブラシのマットブラウン、めっちゃ可愛くない？これを使いたいんですよ。赤みのあるブラウンでこんな感じでラメが入ってます。可愛い。うわー、これは可愛いです。カシスみたいな感じ。今日はこの辺に広げる感じにしようかな。可愛い、めっちゃ可愛い。これ離したとの上にもちょっと、顎先にもちょっとだけ。可愛い。ラメも入ってるから若干ツヤっとするのも可愛いです。リップは赤みを足すかブラウンな感じでいくかっていうアッシュカラーのカプチーノメイク的な感じにしたかったから、赤みはほっぺだけに抑えてこちらのブラウン系にしていこうと思います。マンブリーかな。こういうビターなチョコレートブラウンでツヤツヤのグロスになってます。ビターなブラウンだと思って買ったけど赤み出るとかそういうパターンではなく、本当に赤みのないコーヒー系の色になります。これねちょっとプランプ効果があるからちょっとスースーする感じ。オッケー。あ、そうだ忘れてましたほくろを描こうと思ってて、ロマンドのマイマスカラでほくろを描いていこうと思うんですけど、アンウォールブローカラーの01番グレイストープを使っていきます。これもグレイッシュな色なので馴染むと思うんですけど、顔のこっち側にほくろが多いのでここにも出そうと思って、口角の上がったところにチュンチュンって、かわいい。もう一個中顔面の長さを短縮するために鼻にも一個点を入れて、ここを分断して短く見せたいので、最近この2箇所に入れるのにハマってます。ルミルの新作のミッドナイトアッシュをイメージしたメイクの完成です。めっちゃ可愛くできたよね。ブラウン系のグラデーションのメイクがしたい方にはぴったりですので、よかったらチェックしてみてください。色がいっぱいあるパレット、10色あるパレットってどうやって使ったらいいか分かんないっていう方は、アイシャドウの色を3種類に分けると考えやすくって、ベースカラーと中間色と締め色で、今回のパレットだったらここのベージュのところがベースカラーで、ここら辺の4色は中間色で、こちらの5色が締め色っていう分類にしてます。でも割と重ねていくと濃くなるようなタイプのシャドウなので、締め色にしたカラーも薄めにぼかせば中間色として使えそうなので、そういう目線で見てあげるとメイクが組み立てやすいかなと思います。実はもうベストコスメの動画を撮ってあるので、こちらを楽しみにしててください。この間無審査の大きいセールでお買い物をしたんですけど、配送の手違いで1個届かなくって、ファッションのお気に入りアイテムの動画も撮ろうかなと思っておりますので、よかったらチャンネル登録してお待ちください。見ていただいてありがとうございました。ご参考になった方はいいねやチャンネル登録、コメントで応援いただけると嬉しいです。じゃあまた。年末で皆さん忙しくって体調崩しやすいと思いますので、お体に気をつけてください。またね。